ソリッドモデルの胴体の作り方についてのリクエストがありましたので、少し丁寧に説明します。ここでの題材としては、メッサーシュミットの109の E の4を例にします。ここに図面があります。これは5面図というか、2つ側面図ありますので、6面になってますね。で、重要になるのは、この側面図と、それから、この上から見た図ですね。この上面から見たものですね。それから正面から見たもの。これらが実は重要になります。チェック項目はいくつかあるんですけれども、例えば、この、胴体の最大幅、この場合には18ミリぐらいですけれども、これが正面の図でいくと、同じように18になっているかどうかですね。そのことが重要になりますので、図面のチェックをしていってください。平面図では、主翼も書かれています。仮面から見たものも、書かれています。あとラジエーターなどが細かく書かれていますので、この辺りもチェックしておく必要があると思います。今回は胴体ということになりますので、ここの側面ですね。右と左と2つありますが、いわゆる右舷左舷ですね。ここでちょっと検討していきたいのは、まず主翼の取り付け位置ですね。で、メサーシュミットの109の E の4は、ここに主翼の付け根のフィレットっていう部分はそんなに大きくありませんので、難しくはないですね、工作的には。で、その上に実は座席があります。で、座席はですね、風防のこの辺りに、掲記板がありますので、この辺りまでを座席とする。で、ここの中にですね、座席の部分が本当にこんな感じになるわけで、ここをですね、工作しないといけないわけですね。作らないといけない。で、これをどうするのかっていうことを考えないといけません。ということで、胴体の長さ少し多めですが、スピナーはいりませんので、スピナーより、ちょっと出たところから、尾翼の、方向打がついているところです。これ 15.5 ですね。155ミリ。縦は、この場合には30。厚みが先ほど分かりましたが18ミリになります。このような材料を揃える必要があるわけですね。うまくあるかどうかっていうのは難しいですね。それは材木屋さんに行っていろいろと仕入れてくる。または、いろんな量販店ですね。最近は、DIY の店なんかが多いので、そちらに行ってみるということですね。私そういうお店で手に入れたものがあります。これほうの木ですけれども、このぐらいの3センチ ×3 センチ、もっと長かったんですけど切りましたので、こんなの。またはこれもほうの木ですね。厚みが15、これも大きな部材でした。
このようにですね、いろんな部材があるわけなんですけども、板しかないと。板材しかないというようなことも考えられますね。このような板材になりますね。これかなり長いですね。長さは、ちょうどこの端から端ぐらいまでの長さになってますけれども、30で60、幅が100、これは厚みがですね、9ミリになります。これは知り合いのですね、版画の板ですね、お正月なんかにする版画の板材を作っておられる、工場に頼んで、これをたくさん、切ってもらいました。なのでこれは表面が大変きれいにカンナ掛けされています。版画の部材ですので、これは偶然ありました。でちょっとここで、ほうの木の、部材のですね、ちょっと模型に向いている部分と向いてない部分がありますので、それについてちょっとお話をしたいと思います。でここ白く見えている部分、ちょっと光っていますかね。この辺りがですか。これ白く見えている部分、白たで赤く赤くで青く見えてますかね。茶色く見えてますから、木材、これが赤田っていうんですが、でこれ、実は濃い色の方が工作がしやすいです。で白い部分はかなり硬いですので、硬いということを利用する部分にはこの部分、普通の工作はこの部分になりますね。ですので、こちらから胴体を切り出すということになります。切り出していくとですね、実は9ミリですので、厚さが足りません、厚みが足りませんので、貼り付けることになります。これ貼り付けたものです。これかなり色が茶色くなっていますけれども、これは1センチの板を貼っています。1センチの板ですので、これ2センチになりますね。これでもいいわけですね。こんなのがあれば、適当に切って使っていくということになります。つまり、部材足らなければこういうふうに貼り付けてですね、使うということになります。もっと大きな、分厚いものを作るときはどうするかというと、こうどんどん貼り付けていくということになりますね。で貼り付けていくと、大きな塊も板から作れるということになります。で実はちょっとこう隙間が見えていると思うんですけれども、これは、真ん中でこういうふうに2つに分かれるようにしてあります。でこのようにですね、一つの塊に見えますけども、真ん中で分かれるようになっています。でこれはどうしてかっていうと、先ほど言いましたけども、例えば座席のところを、いろいろと凝ってみようと思うときに、穴を掘ってそこにいろんなものを入れるということもいいんですけども、これは2つに分かれるということは工作しやすいですね。そのことを、考えているわけです。かなり昔の、ソリッドモデルの制作記事なんか見ると、塊を、このようにですね、切り出してっていうふうにこうなってるわけですね。これは知り合いが切ってくれたんですけれども、こんなふうに塊ですね。でここで
工作しようとするとですね、なかなかこの中をですね、座席のところを、掘るというんですか、これがなかなか難しくなりますので、私は板材を、貼り付けるんではなくて、組み合わせて、一番最後に接着するという方法をお勧めしたいと思います。でこれはメサシュミットではありませんが、別の機体ですけれども、レーサーですね。25分の1のレーサーです。でこれは、実はこのように真ん中でくっつくようになっています。こんな感じですね。でここが先ほど言いましたけども座席になります。座席になります。実はこれは作っていて気づいたんですけども、どうも、厚みが、おかしいということで、これは、ちょっと削り出したんですけども、もうやめましたやめました。そして、もう一つ新しく、材料を用意しました。それがこれです。寸法が少し、幅が違います。でこれも同じようにですね、このようにここではまるようになっています。はまるようになっていますので、後で工作しやすいことになりますね。これをいつでも剥がすことができるようになっています。この間に、ちょっと入れてもらってね。でここを見ていただいたら分かると思うんですけれども、ここのところ、座席のところを工作していってる途中になります。でこの中には、このような座席のフレームが入ることになります。こんな感じでフレームが入ります。でこれを後で、このように蓋をしても、いけるようになってるわけですね。でこのようにフレームを作ってるわけですね。でこのフレームの中にこのような座席がこの中に入るというようなことですね。こんなのが、工作しやすくなりますので、私は胴体をですね、2つ貼り合わせるということをお勧めしたいと思います。少しメサシュミットではなかったんですけれども、2つですね板を貼り付けるということのメリットをお話しました。もう一つメリットとしてはこの中心線ですね。この中心線が、いつまでも削っていても残ると。でこの中心線というのは実は、飛行機を作っていく時にもう最後まで大切になってきます。このように一つの塊から削るとここの中心線を引かないといけませんので、これなかなかの大変なことになりますね。このようにきれいに見えますけれども、中心線を引かないといけないということになりますので、板をこのように合わせて、そして胴体を作っていくということをお勧めしたいというふうに思います。これがですね、胴体を削る前の
どんな風にこれからしていくかっていう計画ですね。それを分かりやすいイメージしやすいように、皆さんに、お話をしました。回りくどい、説明になりましたけれども、これからですね、どのように胴体を、作っていくのかについてのお話をしたいと思います。いくつかの作例を見たいと思うんですけれども、これは左右に分けて座席内部を削って、その後で貼り付けているタイプです。これは同じように左右に分離し、そして座席内部を処理し、その後ですね、座席の上部だけ別の部材を使っています。これは少し特殊で、座席後方部は左右に分けていません。座席内部の工作を十分にしている様子がわかります。この後は実践編に続きます。